やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ミューズハイファイの上級ヘッドホン DAC アンプ、ミューズハイファイ M32 だ。分厚いサウンドが特徴の、バランス接続可能なヘッドホンアンプだな。本体もこの手の DAC としては結構特徴的で、重量のある金属製ボディとなっている。スマートフォンとの連携前提な DAC は、基本的に軽く作られているものが多いんだけど、M3 にはそんな気配は全くなく、かなり質感重視で作られているぞ。このタイプのポータブル DAC としては結構値段が張る、2万円台中盤くらいの価格でデビューとなった。M32 というくらいだから、ベースモデルになった M3 があって、そちらは ESS 製の DAC とアンプチップを搭載する仕様。対して M32 派サイラスロジックの CS43131 チップのデュアル構成に変更になった。外観は M3 の色違いといった感じで、タンチジムスペースやクスダウリンクニバルなんかが、本機と同様のチップ構成を持っている。M32 派、前作、M3 から、ドライバ等が不要になって、わかりやすくなった、というメリットがあるんだけど、一方で細分化されたボリューム機能を失っている。これはハイパワーな本機ではかなり悲しい仕様変更だ。今後、ボリュームコントロール可能なドライバとか出るんだろうか？今回は、渋がフォーニックスを使って試聴したんだけど、Windows 上でのボリューム設定は常に3とかだった。単体でのボリューム調整がないと細かい音量調整ができないので、これはかなり細かいところに注目したい日本人的にはマイナスのポイントだ。本体上には2つのボタン。そう、ボタンが3つしかない。ボタンの数をシンプルにまとめている人なら気に入るだろうか？音量の上下ボタンにそれぞれ長押しで機能が振られていて、音量アップの長押しで再生、停止、音量ダウンの長押しで、ハイゲインモードの切り替えとなっている。シンプルだけど、個人的には再生停止ボタンは独立してくれてると嬉しいかな。デザイン重視ってことなんだろう。本体はかなり重量がある。ここも、デザインと質感を重視した仕様で仕上がってるな。と、外装に関してはこんな感じ。見た目のデザインは、しっかりとこの価格のガジェット感があり、洗練されている。一方で、今後対応の予定なのかもしれないけど、先代モデルの M3 から、独立ボリュームがなくなっているようで、細やかな音量調整が難しい。ハイパワーゆえに、このせいで微調整が一気に効かなくなっているので、ここは一長一短という感じだ。で、音質なんだけど、というか、音質で惚れないとこの価格の DAC は手が出ないよな。確かに、この価格の DAC にふさわしいプラスワンがあった。ミューズハイファイ M32 の最大の特徴は、音が全て重く感じること。特に、重低音から中音域あたりの音圧感が強く、同じイヤホンで聞いていても、一回り密閉度が上がったような、濃厚なサウンドを実現している。音量を上げなくてもこの傾向は強くて、とにかく中低音域以下が力強く感じられるようになるんだけど、それだけだと、高音域側が眠くなる、というパターンが多いよな。M32 の特徴は、この高音域を眠くせずに、低音域側をとにかく強烈に仕上げる、という、小型 DAC では失われがちな、音の重みをしっかり保つことだ。その他の完成度ももちろん高い。高音域はそれほど主張が強くないものの、戦術の通り、強い低音域に流されて、丸まったりしない。しっかり、輪郭を保ったまま、主役をより低い音域に譲る感じだな。中音域あたりのボリュームも強い。ボーカルなども非常に生き生きと聞こえる。高音域以外はかなり近い印象で、抜けの良さはあんまり感じない。つまり、より密室の中でゴリゴリに音楽を聴かされている感じに味付けされている印象だ。バランス接続しても、この空間を圧縮してる感じはなくならない。かなり個性的な印象を受ける DAC だな。そして低音域。ここは深く、重く、遅く、そして近い、狭めの部屋を満たすような感覚の低音域。スピード感はなく、ずっしりと残響の残る音だ。M32 派、その外装も相まって、重く、スローで、しっとりと情感のこもった音を出すのに向いている、かなり特化したタイプの DAC アンプ、という印象だった。この音の演出として、ポータブル DAC にあるまじき本体の重量感が噛み合う。つまり、一般的な DAC を探している人には、とんでもない DAC に見えるんだけど、この世界観にずっぷりとハマれる人だったら、M32 派代用しようのない、唯一無二の DAC にもなれる、という印象だった。ちなみに、この DAC、付属品もしっかりしていて、USB-A、USB-C、そして、まだまだ現役のライトニング端子用に最初からケーブルがついてくる。こういうところはしっかり高級機の仕様を持ってる印象だ。というわけで、この DAC、正直、かなりクセモノだ。重厚、濃厚といったテーマのサウンドに仕上がる感がとても強く、案外感触が魅力のイヤホンに組み合わせると、その傾向を残しつつも、ギットギトのサウンドにしてくれるので、かなり好物な人は多いはず。
一方で、テーマに沿いすぎているのか、非常にシンプルなハードウェアボタンや、M3 初代から失われてしまった、独立ボリュームなど、残念な点もある。が、このタイプの商品って、大体そういう欠点も含めて愛おしくなってくるもんだ。人は選ぶけれど、選んだ人ならきっと満足できるだろう。むしろ、DAC 界隈って、安定感のある商品が増えすぎているので、こういう特化タイプが出てくるのは、閉塞感を打ち破る、良い機会なんじゃないかな。今後のアップデートで独立ボリュームが追加されることを祈ろう。といったところで今回はここまで。